真夏のロサンゼルス、ドジャー、スタジアムには試合開始の2時間以上前から大勢のファンが詰めかけ、ブルー一色に染まったスタンドは異様な熱気に包まれていた。この日のカードはロサンゼルス、ドジャース対シアトル、マリナーズ、インターリーグとは思えないほど注目を集めた理由はただ一つ、大谷翔平だった。ここ数試合、大谷は打撃の調子を着実に上げており、本塁打ランキングでもトップ争いを演じていた。地元メディアは、今日23号が飛び出す可能性は十分ある。大きく報じ、日本から駆けつけたファンも数多くスタンドに姿を見せる。試合前練習ではライトスタンドへ何本もの特大アーチを放ち、その度に歓声が沸き起こる。マリナーズの先発は右腕エース、ルイス、カスティーヨ。150キロ台後半の速球と鋭いチェンジアップを武器にする難敵だ。一方のドジャースは山本由伸が先発。日本人対決という意味でも、このゲームは世界中から注目されていた。午後7時10分、満員のドジャー、スタジアムに大歓声が響き渡る中、プレーボール、山本は初回から圧巻の立ち上がりを見せた。先頭打者を外角低めいっぱいのストレートで見逃し三振。続く打者には鋭く落ちるスプリットで空振り三振。そして3人目をセンターフライに打ち取り、わずか11球で三者凡退。ドジャースファンは総立ちとなり、大きな拍手を送る。その裏、スタンドの期待はもちろん一番打者、大谷翔平に集中する。ネッツ、ボー、SHOHEA。大合唱の中、大谷がゆっくりと打席へ向かう。初球、カスティーヨは157キロのフォーシームを真ん中高めへ投げ込む。大谷は見送る。ストライク。続く2球目は外角へのチェンジアップ。これも見送りボール。カウント1、1。3球目は外角いっぱいのスライダー。鋭く振った打球は 1.2 塁間を襲うが、セカンドが候補して1塁アウト。惜しい打球だったが、スタンドからは温かい拍手が送られた。2回、山本はさらにギアを上げる。マリナーズ打線をストレートとスプリットで翻弄し、2者連続三振。しかし西からセンター10ヒットを許すと、盗塁を決められ得点圏に走者を背負う。迎えるは4番打者。フルカウント。スタジアムが静まり返る。山本が投じた渾身の一球。大角低めへ決まる146キロのスプリット。バッターは空振り三振。インチを切り抜けた山本は力強く拳を握り、ドジャースベンチも総立ちで迎えた。その裏、ドジャースは先頭のムーキー、レッツが死球を選び出塁。さらにフレディ、フリーマンがライト全ヒット。無視1、二塁。ここで5番打者が送りバントを決め、一死に三塁となる。絶好の先制機。しかし高速な連続三振。ドジャースは最大のチャンスを逃してしまう。3回に入ると試合は投手戦の様相を強める。カスティーヨも徐々に本来の投球を取り戻し、100マイル近いストレートを連発。大谷の第2打席。一死一塁。初球から157キロ。ファウル。2球目はチェンジアップ。タイミングを外され空振り。0、2。追い込まれた大谷だったが、3球目の外角低めスライダーを驚異的なバットコントロールでカット。さらに4球、5球と粘り続ける。そして8球目。甘く入った155キロのストレート。快音。打球はライト線一直線。スタンドは一瞬立ち上がる。しかし打球はあと数メートル切れ。惜しくもファウル。球場全体から大きなどよめき。入ったと思った。実況席も思わず声を上げるほどの打球だった。結局、この打席は10球目をセンター前へ弾き返しヒット。一塁へ到達した大谷は小さくガッツポーズ。ドジャースベンチも拍手を送り、流れを呼び込もうとする。しかし後続が倒れ、この回も得点ならず。4回、均衡はついに破られる。先頭打者に山本がツーベースを浴びる。送りバント。一死三塁。続く打者のセカンドゴロの間に三塁走者が生還。マリナーズが1、0と先制した。球場は一瞬静まり返る。ただ山本は追加点を許さず後続を打ち取る。最小失点で切り抜けたことで、ドジャースにもまた十分逆転のチャンスは残されていた。その裏、レッツがレフト全ヒット。フリーマンが死球。一死一、二塁。そして打席には、この日3度目となる大谷翔平。場内アナウンスが名前を呼んだ瞬間、スタジアムは今日一番の歓声に包まれる。カスティーヨは身長そのもの。初球は外角いっぱい。ボール。2球目。157キロのストレート。ファウル。カウント1、1。3球目。チェンジアップ。空振り。追い込まれる。
マリナーズベンチは勝負ありとばかりに前進守備。しかし次の瞬間、カスティーヨが投じた渾身の155キロが、わずかに真ん中高めへ浮いた。大谷のバットが一閃する。乾いた快音。打球は凄まじい角度で舞い上がり、ライトスタンド最上段へ一直線。誰もが確信した、特大の一撃だった。スリーランホームラン。今季第23号。ドジャー、スタジアムは地鳴りのような歓声に包まれ、ベンチから全選手が飛び出す。大谷はゆっくりとダイヤモンドを一周し、ホームベースを踏むと仲間たちの熱烈な祝福を受ける。スコアは一気にドジャース3、1。試合の流れは完全にドジャースへ傾き始めていた。第23号スリーランが飛び出した瞬間から、ドジャー、スタジアムの空気は完全に変わっていた。SHO、HEI、SHO、HEI、4万人を超える観客が声を合わせ、その大合唱はしばらく鳴りやまない。ベンチに戻った大谷はいつものように大きく感情を表へ出すことはなかったが、ヘルメットを脱いだ瞬間、チームメイト全員が笑顔で迎え入れた。デーブ、ロバーツ監督も思わず笑みを浮かべながら拍手を送り、あれが世界最高の打者だ、とつぶやく。しかし、試合はまだ4回。マリナーズ打線も簡単には終わらない。5回表。山本由伸はここまで素晴らしい内容を見せていたが、先頭打者に四球を与える。続く打者は送りバント。一死二塁。ここでマリナーズの3番打者がセンター前へ痛烈なライナー。二塁走者が一気にホームを狙う。センターのジェームズ、アウトマンが素早くチャージし、本塁へ一直線のレーザー送球。タイミングは微妙だった。ホームベース付近では捕手いる。スミスが低い送球をしっかり捕球。タッチアウト。スタジアムは大歓声。リプレイ検証が行われる。大型ビジョンに何度も映し出されるスロー映像。そして審判団の判定は、アウト。再び大歓声が巻き起こる。山本は帽子を軽く上げ、アウトまで感謝の視線を送った。インチを切り抜けると、その裏のドジャース打線も勢いを見せる。先頭のテオスカー、ヘルナンデスがレフト全ヒット。続くマックス、満水は死球。無視1、二塁。追加点の絶好機だった。しかしカスティーヨも意地を見せる。3者連続で打ち取り、この回は無失点。ベンチへ戻るマリナーズナインからは大きな拍手が送られた。6回、試合は再び緊張感を増していく。山本はこの回も先頭打者を空振り三振。今日8個目の三振だった。続く打者をショートゴロ。西。ところが西から連打を浴び、1、二塁。迎えるはこの日最も当たっている4番打者。初球、154キロのストレート。ファウル。2球目。大角一体のカーブ。見逃し。0、2。球場全体が立ち上がる。3球目。山本が選んだのは決め球のスプリット。鋭く落ちる。バッターのバットは空を切る。空振り三振。この飛球奪三振。山本は拳を握りしめながらマウンドを降りる。6回終了。ドジャース3、1マリナーズ。しかし7回表。ついにマリナーズが反撃を見せる。2番打者がレフト線への二塁打。続く打者もヒット。無視1、三塁。ここでドジャースベンチが動く。ロバーツ監督は山本を続投させる決断。観客は大きな拍手でエースを後押しする。しかしマリナーズはスクイズを敢行。三塁走者がホームへ滑り込み成功。1点差。3対2。なおも一死二塁。スタンドには緊張が走る。山本は深呼吸を一つ。続く打者をショートフライ。最後はこの日最速となる157キロのストレートで見逃し三振。球場は再び歓喜に包まれる。7回を投げ終えた山本の成績は、7回、6安打、2失点、10奪三振。堂々たるエースの投球だった。8回、ドジャースはセットアッパーのブレイク、トライネを投入。ところがマリナーズ打線は粘りを見せる。一死から死球。さらにヒット。1、三塁。ここで痛恨の暴投。三塁走者がホームイン。ついに試合は3対3の同点となった。マリナーズベンチは総立ち。試合は振り出しへ戻る。ドジャースファンからはため息が漏れる。だが、その裏。先頭のベッツがセンター10ヒット。フリーマンは惜しくもセカンドゴロ。未死一塁となり、この日4度目の打席へ向かう男がいた。大谷翔平。球場全体が総立ちになる。マリナーズベンチは当然ながら敬遠も頭をよぎる場面。しかし一塁走者だけ、勝負を選択する。マウンドには新種モシグ・アンドレス、ムニョス。162キロの剛速球を誇るリーグ屈指のクローザーだ。初球、
161キロ。ストライク。2球目。162キロ。ファウル。あっという間に追い込まれる。スタンドからは、翔平、割れんばかりのコール。ムニョスは渾身の3球目。外角低めへの高速スライダー。しかし大谷は見送る。ボール。4球目。160キロのストレート。ファウル。5球目。再び160キロ。大谷は体勢を崩されながらもカット。6球目。外角低め一体。またファウル。互いに譲らない。場内は異様な緊張感に包まれていた。そして7球目。ムニョスが勝負を決めようと投じた160キロのストレートが、ほんのわずかに真ん中高めへ浮いた。大谷は一切迷わず振り抜く。打球音は、この日最も鋭かった。ボールは一直線にセンター方向へ伸びていく。センターは数歩下がるだけ。すぐに振り返る。その瞬間、スタジアム全体が総立ちになった。打球はバックスクリーン左へ突き刺さる。第24号、スリーランホームラン。打った瞬間、それとわかる完璧な一撃だった。打球速度185キロ、飛距離142メートル。ドジャー、スタジアムは割れんばかりの歓声に包まれ、ベンチから選手全員が飛び出す。大谷はゆっくりとダイヤモンドを一周し、夜空を見上げながら静かに右手を掲げた。この日2本目、第23号スリーラン。そして試合を決定づける。第24号スリーラン。スコアはドジャース6対3マリナーズ。残るは9回。最後のアウト3つだけとなった。ドジャー、スタジアムは、まるでポストシーズンのような熱狂に包まれていた。大谷翔平の第24号スリーランホームランがバックスクリーンへ吸い込まれた瞬間、観客席は総立ちとなり、青いタオルが一斉に宙を舞う。MVP、MVP、四方八方から響く大歓声。ホームベースへ戻ってきた大谷は、いつものように冷静な表情を崩さなかったが、ベンチではムーキー、レッツ、フレディ、フリーマン、ウィル、スミス、マックス、マンスイラが笑顔で迎え、ヘルメットを何度も叩きながら祝福した。デーブ、ロバーツ監督も思わず両拳を握りしめる。彼は本当に信じられない。その一言が、この試合の全てを物語っていた。スコアは6対3。マリナーズに残された攻撃は9回だけ。ドジャースは守護神エヴァン、フィリップスをマウンドへ送り込む。スタジアム全体が勝利を確信していた。しかし、マリナーズも最後まで諦めない。9回表。先頭打者が粘りに粘った末、四球を選ぶ。続く打者はセンター10ヒット。無四一、二塁。マリナーズベンチから大きな歓声が上がる。一発が出れば同点という場面。ドジャースファンの表情にも緊張が走る。フィリップスは一度マウンドを外し、大きく深呼吸をした。ポシュイル、スミスが歩み寄り、短い言葉を交わす。いつも通りで行こう。フィリップスは静かにうなずいた。再びプレートへ。初球、外角いっぱいへのカットボール。ストライク。2球目。低めへ落ちるスライダー。空振り。追い込んだ。3球目。内角へ食い込むカットボール。打者は詰まりながらもセカンドゴロ。二塁封殺。一死一。三塁。続く打者はマリナーズ期待の長距離砲。スタンドは静まり返る。フィリップスは慎重にコースを突く。フルカウント。7球目。高めへ浮き上がるフォーシーム。打者は力一体振り抜く。しかし打球は高く舞い上がるだけ。センターへの浅いフライ。アウトマンが落ち着いて捕球。ミシ。三塁走者は動けない。あと一人。スタジアム全体が立ち上がる。レッツ、ゴー。DODGERS。レッツ、ゴー。DODGERS。大歓声が球場全体を包み込む。最後の打者。初球はストライク。2球目はファウル。あっという間に0、2。フィリップスは捕手のサインに一度首を振った。そして選んだ最後の一球。外角低めいっぱいへ鋭く曲がるスライダー。打者のバットは空を切る。空振り三振。ゲームセット。ドジャースが6対3でマリナーズとの激戦を制した。試合終了の瞬間、大谷は山本由伸と力強くハイタッチを交わし、チームメイトと勝利の喜びを分かち合う。この日のヒーローインタビューには当然、大谷翔平が呼ばれた。割れんばかりの拍手の中、グラウンド中央へ歩いていく。インタビュアーが最初に尋ねた。今日の2本のホームランを振り返ってください。大谷は少し照れたように笑いながら答える。チームのみんながチャンスを作ってくれたので、自分は思い切って振ることだけを考えていました。いい結果になって本当に良かったです。続いて質問が飛ぶ。第23号スリーラン。
そして試合を決定づける第24号スリーラン。今日はまさにあなたの日でした。大谷は静かに首を横へ振る。野球は一人では勝てません。山本投手が素晴らしい投球をしてくれましたし、守備でも大きなプレーがありました。チーム全員で勝ち取った勝利だと思っています。その謙虚な言葉に、観客席から再び大きな拍手が送られる。大型ビジョンには、この日のハイライト映像が映し出される。4回裏、逆転となった第23号スリーランホームラン。打球速度は181キロ、飛距離136メートル。ライトスタンド最上段へ突き刺さった豪快な一発。そして8回裏、勝負を決めた第24号スリーランホームラン。160キロのストレートを完璧に捉え、打球速度185キロ、飛距離142メートルという圧巻の一撃。映像が流れるたびに、観客席から歓声が上がる。実況席では解説者も興奮を隠せなかった。これほど勝負強い打者がいるでしょうか。相手がリーグ屈指の剛腕でも、大谷翔平は最後には必ず結果を残す。今日の2本は技術だけではありません。集中力、対応力、そして勝負強さ、その全てが詰まったホームランでした。試合後の記者会見でも、大谷には質問が殺到した。ホームランを打った感触は？第24号は打った瞬間に入ると思いましたか？チームの連勝についてどう感じていますか？一つ一つの質問に丁寧に答える大谷の姿は、勝利の喜びに浸りながらも次の試合へ気持ちを切り替えているようだった。ロッカールームではチームメイトが笑顔で迎え、ムーキー、レッツは冗談交じりにこう語った。今日は翔平に打席が回れば、何かやってくれると思っていたよ。本当に期待を裏切らない男だ。フレディ、フリーマンも笑顔で続ける。彼がいるだけでチーム全体が自信を持てる。今日の勝利は翔平だけでなく、チーム全員にとって大きな意味がある。一方、マリナーズのスコット、サーバイス監督も試合後、大谷についてこう語った。こちらはほぼ理想的な配球をした。それでもスタンドまで運ばれた。世界最高の打者を相手にすると、一球の甘さが命取りになる。この日の最終成績は、大谷翔平、5打数3安打、第23号スリーランホームラン、第24号スリーランホームラン、6打点、2得点、山本由伸、7回、6安打、2失点、10奪三振、今季0勝目、架空設定、ドジャースはこの勝利で勢いをさらに加速させ、スタジアムを訪れたファンは、今日は歴史的な試合を見た、と口々に語りながら球場を後にした。夜空に輝くスタジアムの照明の下、大谷翔平は再びチームメイトと笑顔でハイタッチを交わす。第23号で試合の流れを変え、第24号で勝負を決める。まさにスーパースターだけが演じることのできる劇的な一夜だった。その圧倒的な存在感は、ドジャー、スタジアムに集まったすべての人々の記憶に深く刻まれ、誰もがこう確信した。大谷翔平は、また新たな伝説を作った。